みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日はヨーロッパの真ん中にある素敵な国、ポーランドをご紹介するのだ。ねえねえ。みんな、あの有名な作曲家、ショパンのこと知ってるのだ。実はショパンの心臓、今どこにあるか知ってるのだ。なんと、体はパリにあるのに、心臓だけは故郷ポーランドのワルシャワにある教会の柱の中に、今も大切に安置されてるらしいのだ。すごいのだ。ロマンチックでちょっとミステリアスな話なのだ。さてさて、今日はこのポーランドからとっても興味深いニュースを5つもピックアップしてきたのだ。中でもずんだもんが特に注目してほしいのが5つ目のニュースなのだ。なんと、タイム誌、ポーランド人ティーンエイジャーを今年の女性たちに選出というとっても名誉なニュースなのだ。まだ17歳の女の子が環境に優しい発明をしたり、お年寄りを助けるアプリを作ったり、未来の医療にも貢献してるのだ。これは見逃せないのだ。この動画が面白そうって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。それじゃあ、一緒にポーランドの最新ニュースを見ていくのだ。皆さん、今日は中央ヨーロッパに位置する魅力的な国、ポーランドについてご紹介するのだ。ポーランドは、ドイツとロシアに挟まれたヨーロッパのちょうど真ん中あたりにある国なのだ。首都は、第二次世界大戦で大きな被害を受けたけれど、見事に復興を遂げた美しい都市、ワルシャワなのだよ。この国は、かつては強大な王国を築いた歴史を持つ一方で、近隣の大国に分割されるという苦難を経験してきたのだ。しかし、決して諦めず、常に自由を求めてきたたくましい国なのだ。現在は民主主義国家として EU にも加盟し、ヨーロッパの中で存在感を増しているのだよ。人口はおよそ3800万人ほどで、主要な産業としては、自動車や機械製造、そして近年では IT 産業も急成長しているのだ。文化面では、世界的な音楽家ショパンや天文学者コペルニクスの生誕地として知られ、強いカトリック信仰が根付いている国でもあるのだ。歴史的な建造物や美しい自然も豊かで、魅力的な観光地がたくさんあるのだよ。現在注目されているトピックとしては、近隣国のウクライナへの積極的な支援が挙げられるのだ。多くの避難民を受け入れ、人道的な支援を続けている姿は、国際社会から高く評価されているのだ。歴史の重みと現代の活力が融合したポーランドは、訪れる人々をきっと魅了する国なのだ。機会があれば、ぜひ一度訪れてみてはいかがなのだ。一つ目のニュースなのだ。ポーランド、ロシア無人機の領内墜落を受け外交抗議へ、という記事なのだ。みんな、大変なニュースなのだ。ポーランドでロシアのドローンが墜落して外交問題になっているのだ。東部のシニー村のトウモロコシ畑にロシアのドローンが墜落して爆発したのだ。窓が割れたけれど誰も怪我しなくてよかったのだ。ポーランドのシコルスキ外相はこの件を東からの領空侵犯と呼んでロシアに強く抗議するって言ってるのだ。さらにNATO の同盟国にもこの問題を提起するそうだよ。国防省の腰役、カミシュさんも、このドローンはロシア製だと断定しているのだ。ロシアとウクライナが平和について話し合っている大事な時に、ロシアがまた挑発行為をしたって、怒りをあらわにしているのだ。検察の調査では、このドローンはベラルーシからポーランドの領空に入ってきた可能性が高いらしいのだ。ポーランドの領空侵犯はこれが初めてじゃないけれど、ドローンによる侵犯は今回が初めての出来事なのだ。以前にも、2022年にはウクライナの防空ミサイルの可能性が高いものが墜落して2人が亡くなったり、2023年にはロシアのミサイルがポーランドの領空を 40km も侵犯したりしたことがあるのだ。ポーランド外務省のスポークスマンであるブロンスキさんは、モスクワに正式な抗議文を送るって言ってるのだ。ロシアは自国製だと認めないかもしれないけれど、領空侵犯があったら、こうするのが外交の標準的な手続きなのだ。ポーランドは、今回のドローン墜落だけでなく、
これまでの領空侵犯の全事例は NATO の同盟国に詳細に伝えるつもりなのだ。これはポーランドもウクライナ戦争によって直接的な脅威にさらされていて、国民の安全が危機に瀕していることを示すためなのだ。最近ワシントンでウクライナの和平計画について話し合いがあったんだけど、ポーランドはこれに出席しなかったのだ。ポーランドはウクライナの隣国でずっと親密な同盟国だったから、この欠席は批判を浴びたのだ。ポーランドの安全保障にとってウクライナの平和はとても重要なのだ。だからポーランドは国際舞台でもっと積極的に発言していく必要があるのだ。2つ目のニュースなのだ。韓国企業ポーランド原発計画から撤退という記事なのだ。韓国のエネルギー企業 KHNP がポーランドの原子力発電所プロジェクトから撤退したのだ。 KHNP の社長さんはポーランドの新政府のエネルギー政策が変わったから撤退したって言っているのだ。でもポーランドのエネルギー省はそれは事実じゃないって否定しているのだ。ポーランド政府はプロジェクトの中止を決定していないって強調しているのだ。実は KHNP は今年アメリカのウェスティングハウス社と知的財産権の争いを解決したばかりなのだ。この和解で KHNP は EU や北米など多くの国での原発入札に参加できなくなったって言われているのだ。このことが撤退の本当の理由じゃないかって見られているのだ。 KHNP はポーランドの PGE や GEPA 系と協力して中央ポーランドのコニンパトゥヌフに2基の原子炉を建てて 2.8 ギガワットの発電を予定していたのだ。この計画が立ち消えになったってことなのだ。韓国企業の撤退を受けてポーランドの前の政権を担っていた大戸正義党は今のドナルド・トースク政権を強く批判しているのだ。ドイツの原子力政策に合わせた結果計画が台無しになったって主張しているのだ。でもポーランドは原子力発電を諦めていないのだ。すでにアメリカのウェスティングハウスとベクテル社と一緒に最初の原子力発電所をチョチェボに建てる計画が進んでいて、最大 3.75 ギガワットの発電量を目指しているのだ。さらに2番目の原発も計画中で、コニンかベウハトーフのどちらかに建てる予定なのだ。政府は2番目のプロジェクトも頑張ると言っていて、2027年までに計画をまとめ、2040年には動き始める予定なのだ。全部合わせると9ギガワットの発電ができるようになるのだ。ポーランドの原子力計画はいろいろな思惑が絡み合って複雑なのだ。3つ目のニュースなのだ。ポーランド最新の世界ランキングで後退、7大学がトップ1000入りという記事なのだ。最新の上海ランキングと呼ばれる ARWU によると、世界の大学トップ1000にポーランドの大学は7校が入ったのだ。これは去年より1校、2023年より2校少ない結果なのだ。その中でトップ500に入れたのはワルシャワ大学401、500位だけなのだ。去年は同じグループだったヤディエオ大学は今回501、600位に順位を下げてしまったのだ。今回トップ1000に入ったポーランドの大学はワルシャワ大学401、500位、ヤディエオ大学501、600位、AGH 科学技術大学801、900位、そしてアダム・ミツケビチ大学、ニコラウス・コペルニクス大学、ワルシャワ工科大学、プロツワ不科学技術大学、以上901、1000位なのだ。この ARWU では、ハーバード大学が2003年の開始以来、ずっとトップの座を守っているのだ。上位20位のうち、パリ、サクレー大学を除くと、ほとんどがイギリスとアメリカの大学で占められているのだ。中央、東ヨーロッパの大学は上位に少なく、例えばモスクワ国立大学が97位、プラハのカレル大学とサンクトペテルブルク国立大学が301、400位に入っているのだ。他の国際ランキングと比べてみると、
去年10月に発表されたタイムズ・ハイヤーエデュケーション世界大学ランキングでは、ポーランドのトップ大学の評価は ARWU よりも少し低いのだ。ワルシャワ大学とヤリエオ大学は両方とも601、800位だったのだ。でも、QS 世界大学ランキングはポーランドの大学に比較的良い評価をしてくれるのだ。ワルシャワ大学は271位、ヤリエオ大学は303位で、QS では合わせて10校がトップ1000に入っているのだ。これは去年より2校少ないけど、他のランキングよりは好成績と言えるのだ。ワルシャワ大学は1816年に創設された、ポーランドで一番大きな大学なのだ。ノーベル文学賞受賞者など、たくさんの有名な卒業生を輩出しているのだ。ポーランドのトップ大学は、素晴らしい歴史があるにもかかわらず、国際ランキングで苦戦しているのだ。これは中央、東ヨーロッパ地域の他の大学にも共通の課題なのだ。4つ目のニュースなのだ。ワルシャワ、ポーランド東部の爆発、ドローンが原因か、という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。ポーランドの東部で、なんと謎の物体が爆発したってニュースなのだ。オシニっていう村の近くで起きたんだけど、窓がいくつか割れただけで、怪我人は出なかったらしいのだ。ウクライナとの国境から約 100km の場所なのだ。ポーランドのコシニャク、カミス国防省は、爆発したのはおそらくドローンだろうって言ってるのだ。今、そのドローンが軍事用なのか、密輸に使われたものなのか、それとも誰かの破壊工作だったのか、詳しく調べているところなのだ。最初は軍事的なものだという兆候はなかったから、密輸ドローンの可能性も考えていたのだ。でも、国防省は、ロシアがヨーロッパ連合全体で破壊工作を増やしているから、ポーランドに対するハイブリッドな挑発行為の可能性も排除できないのだ。で警告してるのだ。それに、レーダーではポーランドの領空侵犯は確認されていないとも言ってるのだ。だけど、地元検察はちょっと違う見方をしてるのだ。予備調査では、爆発したのは軍事ドローンである可能性が高いのだ。って発表してるのだ。多分、爆発物で壊れた可能性が高いのだって言ってるのだ。ポーランドの通信社も、弾頭なしの軍事ドローンだったって報じてるし、ある有力な新聞社は、イラン製のシャヘド131か136っていうドローンの可能性もあるって伝えているのだ。これはロシアがウクライナで使ってるドローンと同じ種類らしいのだ。実は、ポーランドでは去年からロシアやベラルーシのためにスパイ活動や破壊工作をしたって疑われる人がたくさん逮捕されているのだ。最近も、ベラルーシの人が放火を計画したとして起訴されたばかりなのだ。ロシアがウクライナを全面侵攻してからは、ポーランドの領空もロシアのミサイルや観測気球、ベラルーシのヘリコプターなんかに何度か侵犯されているのだ。だから、今回の事件も慎重に調べているのだ。早く真相がわかるといいのだ。5つ目のニュースなのだ。タイム誌、ポーランド人ティーンエイジャーを、今年の女性たちに選出という記事なのだ。タイム誌がポーランドの才能あふれるティーンエイジャー、コーネリア・ビエチョレクさんを、ガールズ・オブ・ザ・イヤー2025に選んだのだ。とても名誉なことなのだ。このリストは、レゴグループとの協力で初めて作られたもので、世界中の地域社会を奮い立たせる12歳から17歳の若いリーダー10人が選ばれたのだ。タイム誌は、彼女たちのような若い世代が、変化には大人になるのを待つ必要はないのだ。問題を見つけて、それを永遠のものとして受け入れないことから始まるのだ、と語っているのだ。17歳のビエチョレクさんは、革新的な科学プロジェクトで注目されているのだ。例えば、土壌を傷つけずに種の成長を助ける生分解性の肥料を共同開発したのだ。環境に優しい、素晴らしい発明なのだ。さらに、お年寄りの皮膚科患者さんを助ける、スキンウィットアウトフィアーズ、スキン、ウィズアウト、フィアーズ、というアプリも共同開発中なのだ。このアプリは、皮膚の病変を検出し、
医療診断の費用を減らし、お年寄りでも使いやすいように作られているのだ。彼女が老人ホームでのボランティア経験から、お年寄りが専門の医療を受けにくい現状や、皮膚科の診察費用が高いことに気づいて作ったのだ。本当に優しい心を持っているのだ。実は、ピエチョレクさんは小さい頃は科学が苦手で、生物が怖かったのだ。でも、先生が科学の実用的な応用を教えてくれたおかげで、興味を持つようになったのだ。10歳からは地元の医療学校の授業に出て、研究室でも働いていたのだ。努力家なのだ。彼女は他にも、ポーランド最大のがんセンターと協力して、がんの治療を助けるアプリを作ったり、ハーバード大学の教授と一緒にパーキンソン病の幹細胞治療の研究もしているのだ。未来の医療に大きな貢献をしているのだ。ピエチョレクさんは、以前にもフォーブス誌の2024年の最も影響力のある女性100人に選ばれたことがあるのだ。本当にすごい実績なのだ。将来の夢は、神経科学と医学の二重学位取得を考えているらしいのだ。彼女は若い科学者たちにできるだけたくさん学んで、その知識を大胆に組み合わせて、なりたい自分になるために努力するのだ、とメッセージを送っているのだ。この言葉は、私たちみんなの心にも響くのだ。科学研究以外では、ドッグアジリキという犬と一緒に行うスポーツを楽しんでいるのだ。多彩でアクティブなのだ。コーネリア・ビエチョレクさんのこれからの活躍が本当に楽しみなのだ。彼女のような若いリーダーたちが世界をどんどん良い方向に変えていくのだね。ポーランドはドローン墜落や大学ランキングの後退といった課題に直面しているのだ。でも、決して諦めないたくましさを持っている国なのだ。コーネリアさんのような若い才能が世界で活躍しているのは、未来への大きな希望なのだ。歴史の重みと現代の活力が融合したポーランドのこれからの発展がますます楽しみなのだ。応援するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。